最強の量産機。大量生産を前提として生産ラインが組まれた機体、量産機。生産コストの問題、一般パイロットが操縦可能な要性能の調整。様々な条件を突破し、生産にたどり着いた機体である。一般的には量産機とはやられ役として登場することも多い。しかし、長いガンダムの歴史の中には最強の量産機と呼べる優れた機体が存在するのだ。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだ。今回は最強の量産機だ。量産機って言うと、ザクとかだよね？あんまり強いイメージないよね。確かに、主役機やライバル機の強さの証明として、ガンダム世界ではやられ役として登場することが多い。だが、そんな中でも性能的にはガンダムに勝るとも劣らない機体が数多く存在する。ガンダム並みの性能を持った量産機なら確かに最強と呼べるかもね。今回は宇宙世紀からアナザーまで、ガンダム世界に存在した最強クラスの量産機を見ていく。そうなんだ、どんな機体があるか楽しみ。そうだな、では早速解説していく。よろしくね。AMX-014、ドーベンウルフ。ネオジオン軍が開発した量産型モビルスーツ、ドーベンウルフだ。作品で言えばダブルゼータに登場する機体だね。この時代に開発されたアクシズ製第4世代モビルスーツは、強化力と高機動を追求した結果、機体の大型化を招き、ニュータイプ能力を持ったパイロットのみが登場を許された特別な機体だった。サイコミョや大出力メガ粒子砲塔を内蔵した機体が第4世代モビルスーツだね。大火力ってイメージがあるかな。そんな中、初めて一般兵士が扱える機体として完成を見せたアクシズ製第4世代モビルスーツがドーベンウルフだ。複雑な構造を有する機体の多い第4世代モビルスーツとしては生産性も良好であり、派生機も多く開発されている。開発は、地球連邦軍から入手したガンダムマーク5をベースとしており、同時に露獲したサイコガンダムマーク2の機体データも反映されている。性能、生産性ともに優秀な機体なんだね。ドーベンウルフは、モビルアーマー級の大型ジェネレーターを主導力源とした恐竜的な素地を持ち、ビーム実弾を問わず多数の内装武器を備えている機体だ。また、純サイコミョシステムによって、一般のパイロットでもインコムなどを用いたオールレンジ攻撃が可能となっている。この純サイコミョシステムは連邦とネオジオン双方で研究されていた技術が統合されたことで完成度が高まり、さらに同システムの恩恵によって、本機の全武装の火器完成もパイロット一人で可能となった。ニュータイプじゃなくても登場できるし、パイロットも一人でいい。量産するにあたって、いろんな問題をクリアした機体なんだね。一般機と指揮官機の2種が存在するが、違いは両腕のビームハンドが前者は有線式、後者は無線式となっているのみであり、性能的な差異はないとされる。続いて武装の解説だ。30ミリバルカン砲。頭部に2門内蔵。グレネードランチャー。脇下に2機内蔵している隠し武装。どちらかといえば逃走や牽制を想定した装備であり、グレネード弾やスモーク弾頭といった各種弾頭の発射が可能。対艦用ミサイル。バックパック上部パイロンに2機装備可能。その名の通り、対艦用の大型実弾兵器。12連装ミサイルランチャー。ハイブバインダーに1機ずつ、計2機内蔵。ビームサーベル。モビルスーツの兵装としては一般的となった近接用装備。両腰部に1機ずつ、計2機収納しており、収納状態でもビーム砲として機能する。剣部ビームキャノン。ハイブバインダーの先端部に計2門内蔵されているジェネレーター直結式のビーム砲。バインダーを稼働させることで前方に向けての発射も可能。メガ粒子砲。胸部に2門内蔵されている大型ビーム砲。拡散収束のモード変更が可能。メガランチャー用のメガ粒子加速器の基部としても機能する。フレキシブルビームエミッター仕様を採用する。ビームライフル。専用のビームライフル。胸部メガ粒子砲と接続することでメガランチャーの方針及び加速器として機能する。この際、ビームライフルは方針を伸ばして粒子加速器として機能する。ビームハンド。前腕部は分離することで武装として使用可能。小底部にはビーム砲と高圧電流発生機能を備える。一般機用と指揮官機用の2種があり、前者は有線式。後者はレーザー通信を使用した無線式。インコム。バックパックに2機装備された純サイコミョ制御による有線ビーム兵器。インコムユニットを機外に射出し、リレーインコムと呼ばれる中継ユニットを介して軌道を変更することで、二次元的な疑似オールレンジ攻撃を実現する。ザク3と次期主力量産機の座を争い、優秀な性能が評価されて勝利した。高級量産機として採用され、第一次ネオジオン構想時には精鋭部隊に優先して配備が行われるはずだったが、
グレミートとの反乱によってグレミー軍側の戦力として運用された。作中ではそこまで目立った活躍はしなかったけど、強力な機体なんだね。作中ではインコムなどいくつかの武装が未使用にとどまっている。このことからも、ドーベンウルフのポテンシャルが存分に発揮されずに終わったという見方もできるだろう。AMX-004G、量産型キュベレイ。ネオジオンのグレミー派が開発したキュベレイの量産型。キュベレイマーク2開発データが利用されている。またダブルゼータだね。この時代は量産型であってもパワーマシンが多いからな。面白い機体が多い時代でもあるよね。キュベレイと性能的にはほとんど変わりないので、まずキュベレイの性能について触れておこう。キュベレイは、エルメスを元にアクシズで開発されたニュータイプ専用高性能モビルスーツだ。最大の特徴は小型化されたサイコミュとファンネルの実用化にあった。高出力ジェネレーターと独自構造のショルダーバインダーにより高い機動性と安定性を確保し、指先のサイコウェーブ端末によって精密かつ渾身の少ない遠隔操作を実現した。脚部には独立ジェネレーターと大容量推進剤を備え、長時間の戦闘にも対応可能となった。これらの技術は後のニュータイプ専用機の基盤となった。そんなエポックメイキングで強力な機体を量産したのが量産型キュベレイなんだね。性能を落とすことなく量産したのは確かに最強の量産機候補かもね。機体の変更点としては、頭頂部にはアンテナ付きの補助センサーが備わり、上腕部には伸縮機能が追加されたことでバインダー内側に収納可能になった程度となっている。キュベレイはかなり特殊な仕様の機体のためバリエーションが作れなかったという説もある。続いて武装の解説だ。ハンドランチャー。腕に格納されたビームガン。ビームサーベルと兼用。ビームサーベル。格納されたグリップを取り出し使用する。グリップ形状はキュベレイやマーク2とは異なる独自のもの。ファンネル。サイコミュにより制御される遠隔攻撃端末。搭載位置と性能はキュベレイと同様だが、搭載数は30機と大幅に増加。アクティブカノン。背部に2門搭載されている可動式ビームキャノン。基部が球状になっており、使用時には機体前方へ砲身が稼働する。機体のバランサーとしても機能しており、砲身の延長を可能。これは性能というよりも調整の話だが、プルシリーズの中にハマーンカーンと同等のニュータイプ能力を持つパイロットがいなかったため、サイコミュの性能は下方調整が施されている。そもそもパイロットの能力の問題があるんだね。これにより機体の追従性やファンネルの制動性が低下しているため、それを補うために武装が増設され、ベース機と比較して火力が大幅に増強されている。むしろ武装面では強化されてもいるんだね。F91、量産型ガンダム F91。機動戦士クロスボーンガンダムに登場する量産型ガンダム F91 だ。ガンダム F91 って量産なんてできるんだね。確かに、F91 はかつてニュータイプと呼ばれたようなパイロットでなければ乗りこなせない。と言われるほどの超高性能機だった。通常のパイロットではその最大稼働状態に対応できず、リミッターが装備されていた。ただ、その最高性能はあくまでトライアルの側面が強く、実際にそのような機動性が必要とされる戦闘状況はそうそう発生するものではなかった。F91 が性能全開にすると残像が出ていたもんね。量産型の基本的な仕様では、フェイスガードを開放することによる強制放熱を必要とする限界稼働は想定されていない。走行災害層面のマテリアルもメタルピールオフエフェクトによる残像現象を起こすことはないとされている。特にメタルピールオフエフェクトはあくまで試作機の最大稼働時における副次的な現象であって、少数ながら量産された同型機のほとんどは、そこまで本気になる必要はないと判断され、量産化の際にフルスペックのバイオコンピューターごとオミットされた。量産するのにそこまでの性能はいらないってことだね。それでも、カタログスペック的には試作機と同等の数値を達成している。強力な機体なことは間違いないんだね。続いて武装の解説だ。バルカン砲。頭部に門内蔵されたバルカン砲。機銃クラスの威力を持ち、主に牽制や威嚇を想定している。メガマシンキャノン。胸部に門内蔵された機関砲。既存の連邦製モビルスーツの頭部バルカン砲よりも強力で、近接戦闘であればモビルスーツを破壊することも可能な威力を持っている。ビームライフル。15メートル級に最適化されたバランスを持つ標準兵装。F91 専用の武装として開発されたが、後に量産機にも供給された。ビームサーベル。右腰に2本携帯。F91 専用に開発されたもので、機能強化が施されているが、使用されているデバイスは一般的なもの。ビームランチャー。携帯式の高出力のビーム砲。
強力なパルス状のビームを砲弾に見立て、ランチャーと呼んでいる。一年戦争時から試作機が存在していたビームバズーカの発展型で、実体弾によるバズーカ系武装の強化兵装として開発された。ベスバー。ジェネレーター直結型の大型高出力ビームライフル。低速で破壊力の高いビームから高速で貫通力の高いビームを無段階調整で打ち分ける機能を持つ。当時の連邦軍兵士はこの武装を頼りにしていたが、命中しないと威力を発揮できないだけに、相手が高い機動力を持った敵機を相手にした際は後手に回ることになった。F91 が装備するベスバーも、開発から10年を経た宇宙世紀130年代においても依然として強力無比なビーム兵器だ。その意味では超人的な高機動性能を伴わなくとも十分に強力な機体であったと言える。残像が残るような性能は基本的にはいらないってことだね。だが、一部エースパイロット向けの機体として、増加試作機に冷却システムや各種デバイスの改良などを施した限界稼働対応機も数機ロールアウトしている。一方で、高性能ではあるがその分コストが高くつくため、サポート役として構造が単純で低コストである133式ボールと部隊編成を行うことによって、ジェムズガンで編成された部隊と同コストに抑えていた。最強クラスになるとコストを意識しないといけないよね。ZMS-22S、リグ釈光。ザンスカールの軍事部門であるベスパが開発した釈光の正式量産機で、ゾロアットに次ぐ次期主力機として開発された機体、リグ釈光。今度はビクトリーガンダムだね。ザンスカールに寝返ったカテジナの最初の機体だね。リグ釈光は、釈光の優秀な操作性は維持しつつ性能は強化され、試作機と同様に格闘白兵戦を主眼として設計されている。右肩の2連ショルダービームガンは廃止され肩の形状が左右対称となったほか、ジェネレーター出力の強化、装甲材質の変更、バックパックの再設計など大幅に仕様変更されている。この機体には試作機である釈光だけでなく、ゾロをはじめとするこれまでの量産機の運用データもフィードバックされており、他にもその過程で生み出された技術も反映されている。ザンスカールの量産機の集大成的な機体なんだね。ザンスカールのみならず、宇宙世紀シリーズにおいて、最後年代の大量生産モデルであり、その優れた性能は、ハイエンド機と遜色のないレベルにあると言える機体だ。続いて武装の解説だ。ビームライフル。本機用に開発されたライフル。ハンドビームガン。ビームライフルより小型の射撃兵装。コロニー内での使用を想定しており、出力が抑えられている。両側面にハードポイントとのジョイント部が設けられている。ビームサーベル。近接戦闘用のビーム兵器。大腿部のホルダーに1本ずつ収納されている。ビームストリングス。頭部アンテナ先端と両足の甲に装備されている電磁ワイヤー。ゾロアットのものと同一。ビームファン。ビームを扇状に展開する蛍光武装。ビームサーベルとビームシールド両方の特性を持つが、ビームサーベルとしては攻撃力に劣り、ビームシールドとしては防御力に劣る中途半端な完成度であった。ハンドビームガンと同様、両側面にジョイント部が設けられており、バックパック側面のオプション装備ラッチにマウントすることが可能。ビームローター。モビルスーツ用の大気圏飛行用装備。地球圏に配備された機体はビームシールドの代わりにこちらが標準装備となる。ビクトリーの作中では第36話に登場した機体が使用。さらに型式番号的には宇宙用の機体であるが、設計を変更することなく追加装備の換装のみで地上と宇宙の双方に対応が可能となっている。汎用性が高い、優秀な量産機なんだね。その通りだ。だが、ザンスカール戦争は、宇宙世紀153年5月初旬に初期ロットが戦場に出てから、わずか50日間で終結してしまったため、総生産数は決して多くはない。しかし、女王マリア直属のこの絵師団機のベース機としても選ばれるなど、多くのバリエーションが生まれており、リグ釈光の基礎性能が極めて優れていることの証明となっている。宇宙世紀においてたどり着いた最も優秀な量産機なのかもしれないね。OZ-03MD、ビルゴ2。オズが開発していたビルゴの後継機をホワイトファングが接収し、さらなる改良を加えて完成させた機体、ビルゴ2。宇宙世紀じゃなくてガンダムウィングの機体だね。確か、ビルゴの時点でかなり強かったような。汎用性を高めるためビルゴから細かい変更点が多い機体だ。宇宙での対モビルスーツ戦を想定した機体で、汎用性の向上を図った改良が施されている。ビルゴのビームキャノンは遠距離射撃には絶大な威力を発揮したが、近から中距離の戦闘には向かなかった。そのため、本機ではビームキャノンをオプション装備のメガビーム砲に変更し、
取り回しに優れるビームライフルとビームサーベルを標準装備とすることで、近から中距離の戦闘に最適化している。用途に合わせたんだね。これなら白兵戦もできるね。また大型のスラスターを搭載したバックパックが追加されたことで機動性も強化されている。これは、殺人的加速を生み出すトールギスとほぼ同型のものだ。AI ならパイロットに負荷がかからないからやりたい放題ってことかな？さらに、ウェポンラックの機能も持ち、ビームサーベルのマウント及びビームライフルの収納が可能で、メガビーム砲を使用する場合のケーブルもここに接続される。防御力の強化として、ビルゴと同じくガンダニウム合金を装甲に採用しているほか、プラネートディフェンサーを増設することで防御の死角を減らしている。機動性もすごいけど装甲も強化されているんだね。そもそもビルゴからモビルスーツの自立行動を可能とするシステムとなるモビルドールシステムも搭載されているからな。これによって外部から人が指示を与えモビルドールの無人行動をサポートすることで、人間が乗るモビルスーツ以上の高いパフォーマンスを発揮することが可能だ。続いて武装の解説だ。ビームライフル。ビルゴ2の主武装となるビームライフル。取り回しに優れたカートリッジ式の武装で、射程や連射性といった総合性能が重視されている。使用時にはバックパック下部に収納することが可能。ビームサーベル。両肩部装甲裏側に計2本装備されているビームサーベル。これにより格闘戦にも対応可能となったが、モビルドールのシステム傾向上射撃戦主体のため使用されることは少ない。メガビーム砲。オプション並走の大出力ビーム砲。運用時にはバックパックにケーブルを接続して使用する。ビルゴのビームキャノンと比べると多少威力は落ちる。プラネートディフェンサー。両肩部に計8機装備されている円盤状の防御用フィールドジェネレーター。8機に増設されたことで死角が少なくなっている。武装もモビルスーツ同士の戦闘力に調整されて、機動力もトールギス級のスラスター。装甲もガンダニウム合金って、このビルゴ2はガンダムクラスに強い量産機ってことじゃない？その通りだ。だから今回解説しているわけだが。ただ、ビルゴ2はガンダムに匹敵しうる性能ではあるが、パイロットの差によって結局やられ役程度の扱いになってしまった。回収前の反省点を生かしビームサーベルも装備するようになったが、結局接近戦が苦手という弱点は変わっておらず、格闘戦に長けるガンダムパイロットたちには文字通りドール扱いだった。また、本機が登場する頃にはレーザー兵器等の対プラネートディフェンサー対策も進んできており、それらを用いた格下の量産機に撃破されることもままあった。機体性能だけじゃ大活躍とはいかなかったんだね。割かし接近戦が苦手というのが、なんとも AI らしくも感じるな。GNXY903VS、ブレイブ。機動戦士ガンダム00アウェイクニングオブザトレイルブレイザーよりブレイブ。劇場版の00だね。元はフラッグからの系譜だったような。そうだな、実際はマスラ及びその回収喫茶の大ひな型に旧ユニオン旧 AU の技術陣が共同開発。地球連邦平和維持軍の次期主力機候補となっている。マスラオに似た胴体とユニオンフラッグに似た頭部と AU エナクトに似た獅子を持つ機体だ。つまり各陣営が技術を持ち寄って開発したんだね。西暦2314年時では性能評価の段階にあり、本機専門の試験運用部隊ソルブレイブス対2式艦機1機を含む6機が配備されている。最大の特徴はフラッグ以来の変形機構の復活だ。格闘戦に特化していた原型機から、再び汎用機としての設計に差し戻された。変形方式もフラッグを踏襲しているが、剥き出しだった両腕が両足の間に格納されるなど、進化した面も見られる。また、戦闘機道中の変形を容易とするため、専用の新型 OS レイフを採用している。一般的なモビルスーツよりも航続距離が長く緊急展開も容易であるため、一般機とは別に特殊部隊で運用することも想定されている。他の量産機とは一線を画す機能の機体なんだね。続いて武装の解説だ。GN ビームライフル、ドレイクハウリング。ブレイブの騎兵装として採用されたビームライフル。オーバーフラッグのトライデントストライカーを発展させた武装。通常モードのほか、先端部を展開することで高出力モードとなるが、その状態では発射ごとに粒子チャージが必要である。GN キャノン。サイドバインダーに内蔵されたビーム砲。ドレイクハウリングに比べて威力は低いが連射性能に優れる。GN ビームサーベル。サイドバインダーに計2本格納されたビームサーベル。GN ビームマシンガン。両前腕部に内蔵された小型ビーム砲。GN ミサイル。脚部ウェポンベイに2機ずつ搭載されたミサイル。ウェポンベイのハッチは交互に展開されるため、前後に1発ずつ発射される構造。チャクラムグレネード。
脚部ウェポンベイに1発ずつ搭載された有刺核乱弾。発射後に目標エリア内に GN 粒子を散布し、ジャミングすることで敵のセンサーを妨害する。30ミリ機関砲。胸部に2門内蔵された実体弾砲式の機関砲。GN ブレード。サイドバインダーの主翼に GN フィールドを流すことで実体剣として使用可能。トライパニッシャー。ドレイクハウリングと2門の GN キャノンを併用することで発射される大出力ビーム攻撃。スサノオから継承された装備で、本機の中で最大の威力を誇るが、粒子消費量が桁違いに大きいという欠点を持つ。せっかくなのでグラハムエーカーが登場したブレイブ指揮官用試験機についても触れておこう。ブレイブは2種類の仕様で試験運用を行うことで配備と運用の方法が検討されている。こちらはより連度の高いパイロットを想定した機体だ。一般用と比べて何が違うの？指揮官用試験機には左右のサイドバインダーに、GN ドライブ T を搭載したダブルドライブ方式が採用されている。高い出力を発揮するハイパワーな機体となっているが、その分一般用試験機より扱いにくい機体となっているのが最大の特徴だ。また、頭部のブレードアンテナも専用タイプで、サイドバインダーも一般機より大型となっている。ダブルドライブか否かの差は大きいね。ダブルオークアンタだってツインドライブシステムだからね。本機の先行生産機は一般用試験機とともにソルブレイブスにて、隊長のグラハムエーカーをテストパイロットとして実証試験が行われている。将来的にはジンクス系などの一般機とは別の特殊部隊での運用も想定されており、その際には本機運用のための専用母艦が使用される予定だった。量産機といってもいわゆるザクのようなものではなくて、強力な専用部隊用の量産機なんだね。そしてグラハムが登場すれば最強だな。GNX803 タウ、ジンクス4。引き続き劇場版00よりジンクス4。2314年時点での地球連邦平和維持軍の主力機体になっている。また疑似太陽炉を搭載しているの？その通りだ。スペルビアジンクスをベースとして開発された機体で、イノベードらが保有していた技術やヘッド系列の技術を導入している。ジンクス2の運用思想を受け継ぎ任務に応じて装備を換装するシステムを採用しており、出撃時に5種類の基本装備を任意に選択することが可能で高い汎用性能を持っている。また、連邦の量産機としては初めてトランザムシステムを搭載した。疑似太陽炉なのにトランザムも使えるんだね。その性能は非常に高く、カタログスペック上はソレスタルビーイングのガンダムをも上回るとされる。ガンダム超えの性能になってくると最強量産機っぽいよね。ジンクスの時点でかなり強い量産機だったからな。続いて武装の解説だ。GN バルカン。頭部と腰部に2門ずつ内蔵されている速射式のビーム砲。後者は口径が大きく、威力も上がっている。GN ビームライフル。本機の紙兵装で、従来のものより改良が加えられている。内蔵された大型 GN コンデンサーからエネルギーを供給する仕組み。GN ロングバレルビームライフル。GN ビームライフルのバレルを長射程用に換装したもの。射程が伸び、威力も向上しているが、代わりに連射性が低下している。GN ビームサーベル。両脚部に1本ずつ格納。NGN バズーカ。粒子撹乱された状況下での使用を想定して開発された射撃兵装。戦闘の N は脳を意味している。基本的には実体弾を発射する兵装だが、カートリッジの交換で粒子ビームも発射可能である。GN クロー。両腕部のマニピュレーター。先端が鋭利な形状になっており、本来はエネルギー切れの際の最後の手段というべき装備だが、GN フィールド効果を利用すれば攻撃力を底上げできる。劇場版の時期は軍縮中であったため、タイエルス防衛戦に参加した機体は48機だ。火星で全滅した機体も合わせると総配備数は70から80機程度であったと推測される。量産機というには多くはないけど、まずまずの数が作られたんだね。エルス戦ではトランザムをオーバーロードさせ自爆するという戦術が横行し、多くのパイロットを失ったことから、戦後の生産機からはトランザムがオミットされることになった。トランザムにはそんな使い方があるんだね。もともと諸刃の剣だからな、量産機がやるべきことかは疑問だな。MRCF-20、スモー。ディアナ・ソレル親衛隊が使用するモビルスーツ、スモーだ。ターン A だね。この時代を想像すると量産機としてはどうなんだろうね。ターン A ガンダムと同様にアイフィールドビーム駆動を採用しており、高い運動性とレスポンスによる高機動戦闘を可能としている機体だ。月面都市での戦闘に対応した接近戦型の機体であり、兵所での取り回しを意識したヒートファンやビームガンを搭載する。また、同時期に開発されたモビルスーツに対しては IFR 効果を用いて、
各種の火器、さらには機体そのもののコントロールを奪い、無力化することを可能としている。武装の無力化なんて量産機とは思えないような機能だね。ムーンレースの開発したモビルスーツとしては最新鋭にあたり、基本性能も他の一般機体とは一線を画した機体だ。性能面だけでも他のガンダムシリーズと比べてかなりの破格だよね。続いて武装の解説だ。ハンドビームガン。エネルギー供給装置が内蔵されたビームガン。軍配型ヒートホーク。軍配のような形状の近接専用武器。エッジを赤熱化させ対象を溶断することができる。シールドとしても使用でき、先端部にアイフィールドサーベルを生成しビームサーベルのようにすることもできる。IF バンカー。アイフィールドを高密度化して槍状の打突兵器にし、敵を攻撃する。親衛隊隊長であるハリーの登場する機体のカラーは金色でゴールドスモーと呼ばれる。また一般用の機体カラーは銀色でシルバースモーと呼ばれることがある。見た目以外に違いはあるの？ゴールドスモーについては一般機よりも性能が向上している。さらにシャッターに覆われた頭部は左右に開き、そこからスキャニングターレットと呼ばれるツインアイに相当する部分が現れるのが違いだ。指揮官用に性能向上もなされているんだね。では今回は以上。最後に一言いいかな？どうした？性能的にはガンダム並みの性能の量産機もあるんだね。ドーベンウルフのように一般兵でも使える超火力機体もあれば、量産型キュベレイみたいにニュータイプ専用機をほとんどそのまま量産した機体もある。この時代と量産は大火力と高スペックだからね。宇宙世紀の中でも面白い時期だな。他の機体も量産用に調整されているとはいえ、今回のテーマに恥じない高い性能を持った機体ばかりだったね。ある程度誰にも使える強力な機体として開発されてきたのが分かったよ。主役に当たるガンダムやライバル機にフォーカスが当たりがちだが、強力な量産機の方が戦争に与える影響は大きいという側面もある。量産機ってやられ役のイメージが強いけど、それを否定する量産機ってところにロマンがあるよね。他にも強いと感じる量産機があればコメントを残してほしい。では、ご視聴ありがとうございました。